はい、こんにちは。菊の井の村田です。今日はね、夏場なかなか食欲が落ちますよね。ちょうどこの時期、新生姜が出回るんです。新生姜と言いますのは絹と違いまして、非常に辛みが少なくて真っ白の生姜ですけども、それを細かくみじんにしましてご飯と炊くとさっぱりして美味しいですよね。それだけでは愛想がないので、枝豆ですね、枝豆を一緒に炊いて季節のご飯にしたいというふうに思います。昔はお米は、関東では研ぐって言いましたけど、今のお米ね、自然乾燥と違いますから、ゴシ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 やるとみんな砕けてしまいます。関西では昔から米は、かすっていうのは5本の指でこう混ぜるだけですね。研がないです。でそれで3回ぐらいやりますと、精米技術が発達してるんで、昔みたいにぬか臭いっていうことはないんです。もうそれがもう真っ白になるっていうこともないですし、それが、澄み切ってっていうこともないです。それから3回4回やればもうそれで十分ですね。浸水するっていうのはよくある話ですけど、料理屋は浸水しません。で洗い上げてこうやってざるに上げて、このまま、濡れ布巾をかけて冷蔵庫で30分ぐらい置いときます。そうすると吸うやつは吸わへんやつは吸わへんということで、こういうふうにもうまた乾いたお米みたいになってしまいます。最初はドボドボなんですよ。これでお米が水を吸い込んだ。でまだこうやって手は多少湿りがありますけども、これぐらいでいいんですね。長いことつけたらそのお米の質によって米が柔らかくなりますし、硬い米ですと浸水時間の調節っていうのは難しいですから、こうやって洗い上げとくと誰でも同じようにできるっていうことですよね。でそれを、釜に入れます。炊飯器でも一緒ですから。でそうしますと水加減は3合やったら水3合です。だしでも3合です。同量ですね。これ覚えやすいでしょ。これが新生姜ですね。こうやってスライスしてから、スライサーでもいいんですよ。でこれをさっと湯がいて、その甘酢につけたらガリですね。勝手にピンク色になります。これをまた紅生姜みたいに細長く刻んで、それでもういいですよ。せやけども料理屋やったらこれをもっぺんやってお米と同じぐらい大きさにしてしまいます。で枝豆は、湯がいといてください。もう邪魔くさかったらこうやって売ってるやつもありますよね。それでも全然大丈夫ですけども、湯がきたての枝豆はじいてからこれやると枝豆独特の匂いがありますよね。茶豆でも一緒ですけどね。でそこに味をつけていきます。これ薄口です。酒です。塩です。これを濃口に変えたら濃い色になりますよね。薄口であんま色がついたら嫌やっていう時はこれですよね。濃い色に変えたら、きのこご飯とかね、そういう時はこれでいきますよね。で生姜入れます。で先ほどのお出汁を、あとは火にかけるだけですね。でちょっと重たいめの蓋をして、昔はね初めちょろちょろ中パッパとか言いましたけども、今はそんなことせんでもよろしい。そこそこ重たい蓋をして拭いたら弱火にして10分、それで火を止めて、蒸らすということで大丈夫です。先ほど甘酢に新生姜をつけておくとガリになるっておっしゃったんですけど、勝手にピンクになるんですか？勝手にピンクになります。それはなぜそうなるんですか？知らん。はいお醤油を薄口と濃い口、その色の違いのほかにその塩分とかが結構薄口の方が強いって聞いたことあるんですけど。強いですけどね、それはあんま意識せんでもいいと思います。あ、そうなんです割合、同じ割合でいっても全然大丈夫です。薄口の方が塩分濃度がちょっと濃いんですけどね。で大体こんな感じになりますね。今蓋取ったらあかんやけどね、ほんまはまだ横ブクブク言うてるでしょ。もう炊飯器やったら炊飯器に任せてください。その賢いわね。炊飯器やったら40分かかるけど、これやったら20分で出来上がりますけどね。ご飯はもうちょっと釜の底が焦げるぐらいの方が美味しいんやけどね。音を聞いて外れるようなパチパチっていう音がこの釜からしたら、大体ちょっと焦げてきてるということでね。
ちょっと湿り気のある音してるけども、もうちょっとしたらこれが乾いたパチパチという音になってきたら下の方が外れてるということでね。火入ってへんでも蒸らしてる間にもう火入るわね。こうやって